この動画、面白いな。やあ、マリサ、何を見てるの？両つべのゆっくり歴史解説。今まで知らなかった教科書には載ってないような事実も多くて、とても勉強になるよ。歴史への興味は尽きないよね。もちろん、事実を知りたいという気持ちもあるけど、この時、この人はどんな気持ちだったんだろうって感情移入しながら見るのも楽しいよね。そして、歴史を知りたいという背景には、私たちが今いる世界はどんな風に成り立ってきたのか、私たちはどこにいるのか知りたいって本能的な欲求がある気がするね。知的好奇心っていうのは大きいよな。私たちが何かを知りたいって思うのはどうしてなのか、そもそも学問って何なんだろう、そんな疑問が湧いてくるよね。ということで、今回は、知ることについての歴史、学問の歴史について考えていくよ。学問の歴史か。高校生の時に、どんな進路に行くか本当に迷ったけど、大学だと、経済学とか、歴史、社会学、自然科学、数学といろんな学部学科があって迷ったよ。そうだね。最近だとそういう昔ながらの学問の学部に加えて、グローバル、環境、人間科学などの名前がついた学部も増えてきて本当に迷うよね。今回の動画を見終わるとそこら辺の部分についても少し理解できると思うよ。まず、学問はどうやって始まったのかという話をしていこう。学問の始まりと聞くと古代ギリシャの哲学者たちを思い浮かべる人が多いと思うけど、それ以前にも、古代オリエント文明のエジプトでは、測量術や医術が考えられていた。ただ、これらは体系的な知識というよりも、自然と人間の直接的な関係の中で生まれた、経験の蓄積、生活の知恵という部分が大きかったんだ。ナイル川の氾濫時期を予測したり、生活と密着したものが発展したんだね。一方、ギリシャでは、古代オリエント文明が求めていたような経験の蓄積に代わって、自然の秩序の根源を求める人々が現れてくる。それが、イオニアの自然学者たちで、彼らは神話的な世界理解を超えて、万物の根源ある形を求めた。古代エジプトでの経験の蓄積に基づく生活の知恵は、あくまでも自然の秩序に従ったものだったが、古代ギリシャで自然学者たちが探求し始めたのは、自然から独立した思考の中で、自然の秩序を考え始めることだったんだ。そこに大きな違いがある。文化史家のヤーコブ・ブルクハルトは、ギリシア文化史の中で、古代ギリシャ人を哲学へと向かわせたものとして、いろいろな事物から完全に分離している言語世界を持ったことを挙げている。それに対して、古代エジプト語には具象的でない表現を行う能力がなかったのではないかと分析している。こういった自然世界と思考を独立したものとして捉える考え方は、プラトンによってより徹底したものになる。プラトンは、思考の世界を、不変のものイデアと呼び、イデアこそが真なる存在であり、比較の対象である個々の存在物はイデアの模倣、仮想に過ぎないと考えた。ここで重要なのは、イデア界が存在するかという問題よりも、学問の土台となる事物と思考の分離をプラトンが体系づけたことにある。西洋の学問は、事物と思考の二元論によって、文明を大きく発展させていった。ただ、事物から独立した思考は、自然を客観的に把握することを可能にする一方で、思考を絶対化することで、人間を自然を支配する独裁者にも仕立て上げていった。自然破壊の問題もそうだけど、人間中心主義の弱点だよね。そして、西洋の学問はプラトンに続くアリストテレスによってより体系的なものになっていく。プラトンが事物をイデアの模倣、仮想と捉えたのに対し、アリストテレスは、イデアを形相、つまり個々の事物に内在するものとして捉えた。事物を、形相と質量を統一したものとして捉えることで、事物の生成過程を説明しようとしたんだ。アリストテレスの考え方は、自然への関心を広げ、自然をいくつかの領域に区分して対象化することを可能にした。アリストテレスは、学問的な知識を、神学や数学、自然学からなる理論的知識と、政治学や倫理学からなる実践的知識に分けて、体系化したんだ。学問のルーツが形作られていったんだね。その後、中世の暗黒時代を経て、近代科学が花開いていく。一般的には、古代ギリシャ以後の学問は大きな進展が見られなかったと言われている。その理由は、ローマ人が理論的な学問への関心が薄かったこと。ローマ帝国の崩壊によって、都市が破壊され、学問の発展する基盤がなくなったこと。キリスト教による世界観が唯一のものとされ、理性的思考が停滞したことなど、色々と言われてきた。随分長く、進歩が見られなかったんだね。ただ、こういった学問の歴史を、進歩として捉える学問観を、現代のフランスの哲学者ミシェル・フーコーは批判している。フーコーは、学問を理性の進歩の過程として考えるのではなくて、世界の捉え方の変化として捉える学問観を提唱したんだ。そして、世界の捉え方を支える根源的な場、秩序、エピステーメー知の無意識的台座と呼んだ。進歩ではなく、捉え方の変化なんだね。
フーコーの著書言葉と物によれば、ルネッサンス後期、16世紀末までの、学問の秩序を支えていたのは類似である。そこでは、言葉と事物は同一の次元で語られていた。類似って？ A と B は似ていることだね。例えば、犬とは何かを考えるときに、いろんな種類の犬を集めてくるような思考だね。アリストテレスもそうだけど、世界のいろいろな事物を似ているもの同士で類別、分別、していくことを中心に学問が進んでいったんだね。それが、16世紀末から18世紀末にかけての古典主義時代になると、言葉は表象として、独立し、自然の秩序と表象の秩序が分離されていく。ただし、表象の秩序は、ある言葉が、ある事物を指し示すというように、自然の秩序と対応している。このことから、それまでの博物学が生物学に、言語の研究が、文献学に、富の分析が経済学に発展することを可能にしたとフーコーは述べている。こうして捉えてみると、古代オリエント文明の経験の蓄積から、古代ギリシャにおいて、自然から独立した思考が成立した流れと、16世紀までの類似中心の学問が、それ以後に、言語が表象として独立していく学問間の変化は非常に似ているよね。実際、ルネッサンス、古典主義がギリシャへの回帰を目指したのも、このような歴史の繰り返しと言っていいだろうね。近代哲学の祖と言われるデカルトは、考える理性主観と、認識される事物客観の世界を分離させ、客観的な世界の法則性を認識する科学への道を開いた。さらに、近代では、学問の細分化が進んでいく。物理学では17世紀にニュートンが、科学では18世紀にラボアジェが活躍した。このように、学問は細分化や統合を繰り返していくわけだけど、その変化の条件を、フーコーは、知識の進歩ではなく、世界の捉え方、エピステーメの変化として考えたんだ。なるほどね。近代から、現代の学問への変化は、人間の認識の持つ有限性や限界をその内面に取り込む形で展開していく。認識の有限性、限界？これは、18世紀末のカントの認識論を考えるとわかりやすいよ。カントは、認識する主観と客観は、実際の事物、物自体には決して到達することはできない、という立場から、認識を考えるようになった。つまり、どんな学問もその学問体系の中での確からしさを持つことはできるけど、事物そのものに直接至るような認識を人間は持つことができないということだね。さらに、20世紀の科学は、その対象に人間それ自体を含めて、発展してきたところにも特徴がある。哲学から心理学が独立し、経済学、言語学、文化人類学、精神分析学、物理学なども人間を対象にするようになっていく。最近だと、遺伝学や脳科学、AI 研究なんかも活発だよね。そして、学問の細分化が進むとともに、複数の学問が協力して、一つの対象を研究する必要がある場面も増えてきた。例えば、経済や情報の流れが地球全体に広がる中で、グローバリズムということを中心に扱う学問が必要になる。そして、人の心を理解しようとすると、哲学、心理学や医学、認知科学、情報科学といった異なる学問領域を横断する必要が出てくる。医療の現場でも、単に患者の病気を治すという観点にとどまるだけでなく、患者の心の状態をケアするカウンセラーや、患者の社会復帰を支援するソーシャルワーカーなど、様々な分野の専門家が協力していくチーム医療が注目されるようになっているよね。そうだね。大学で学ぶ学問が多様化していく一方で、複数の学問を組み合わせた学際分野の学部が増えていく理由も理解できたんじゃないかな。今回は、学問の歴史について駆け足で解説してきたけど、一つの見取り図が描けたなら嬉しいな。これからいろんな学問の歴史についても知っていきたいね。今回も、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。この動画へのご意見や、今後扱ってほしい話題なども、ぜひコメントお願いします。このチャンネルでは、今後も思考実験や、哲学や心理学、学習関連の動画を上げていく予定です。高評価チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは、皆さん、お元気で。またねー。